前回のあらすじ、ロンギスの動画投稿後に超ルール無用 JCJC ステージまで1週間あった。自己ベスト更新マシン2台を合体させればうまくいくと思い込んだ。その合体は握手だった。自己ベストマシンをダブルモーター化させた。いろんなトラブルがあった。ギリギリまで作り続けた。残念な結果となった。いつ思い返しても本当に後悔と反省の多い1週間でした。生かして良い経験に変えます。あの後の走行で可変ローラーはスピードが上がるとウェーブセクションで暴れることを知りましたよね。攻略していたと思っていたウェーブセクションが障壁となりました。ただの思い込みです。ウェーブセクションを見直しましょう。こう見るとマシン幅の半分は可変ローラーステなのですね。安定しないわけです。幅の半分が可変ってことはこのマシンを逆にしてみると、どうやら私の前からこの波は消えたようです。前回のショックでついに頭が。通常のマシンの幅はコース幅の9割を超えます。だからウェーブセクションに沿うように走るのです。ではマシンの幅が超狭くなったらどうでしょうか。ウェーブセクションを素通りできます。そうです。これはウェーブセクション自体を無視してストレートセクションにしてしまうウェーブスルー走法です。これを実現させるにはマシンの幅が能動的に変わる必要がありますよ。このマシンは受動的に少ししか幅が変わらないです。私は1年半前にそれを作っています。変身可変ローラーシャーシです。レーンチェンジでローラー幅を広げて吹っ飛びを抑えるマシンですね。これ姿勢が固定されてそのまま吹っ飛ぶ残念な結果でしたよね。あの時はローラーセッティングが壊滅でした。しかしここ1年は電子制御のないシンプルシャーシを作ってきて基礎を学んでいきました。その学びで電子制御の進化を発揮させます。あれでもこれってスイッチを LC の坂に当てて検知していましたよね。ウェーブって検知できますか？それもすでに作っているマシンが解決しているので後ほど説明します。まずは事前調査をしましょう。ウェーブスルー走法ができるマシンの幅は 75mm 程度です。つまり 40mm は幅を狭くするということです。さらにウェーブスルー走法を成功させるにはこのストレートセクション1枚でその変形を完了させる必要があります。カーブセクションから変形しては、カーブセクションで変形すると遠心力でマシンは外側に動いてしまいます。そのまま直進すると通常のマシン同様にウェーブセクションも盛り上がり壁に当たります。だから変形猶予はストレート1枚なのですね。ストレート1枚を何秒で通過するか測ります。自己ベストのマシンで見ましょう。わからないです。スロー 0.07 秒。短。サーボでの変形時間を測ります。 0.23 秒。目標の3倍かかっています。ミセル 7.4V のリコバッテリーを使います。どうでしょうか。 0.12 秒。キリキリですがまだ足りないです。可変 DC-DC コンバータで電圧を上げます。これだと取り出せる電流少ないのであまり採用したくないですが、後余り信用していないのもあります。でも動作は速くなっています。安定していた 10.5V、0.10 秒。若干速くなりました。この回路重さもあるのとそもそもサーボの動きが変なので不採用にします。なんかダルダルですもんね。ローラーステーに力が加わる場合の保持力も確認します。これではカーブでステーが逆側に動きますね。サーボは2つ欲しくなりますが重量がキリアすでに重い。サーボ2つ想定。これの2倍でも 8.20g なのでこちらの方が軽いですね。軽くするつもりでサーボ1つのリンク機構にしましたがそのサーボよりもリンク機構が重かったです。サーボは2つにして保持はストッパーの壁で抑えることにしました。90度動いて 0.12 秒。先ほどよりも速くなっています。保持力が弱いので変形途中に壁に当たってもそのまま通過できるでしょう。制作に入ります。マシンのイメージを描きます。順番が前後しますがここはまだ1サーボ想定時です。2サーボになりました。新しいモーターが届きました。前回の学びを受けて新たなモーターにしました。今までのモーターは 41,700rpm 程度です。新モーター50,000rpm を超えています。駆動部を新設計します。高回転型モーターなのでトルク強化のためにダブルモーターにします。どんどん試作をしていきます。設計上細い箇所が生まれてしまい底が折れてしまいます。カーボン対応ノズルが届きました。ナイスタイミング。これを新たに購入した 3D プリンターに取り付けてカーボン配合 PETG フィラメントを印刷します。前回の折れまくったシャーシを受けてカーボン印刷用に新導入しました。印刷しました。これすごい。調整なしの一発でこれが出てきました。 PETG は糸引きが出やすいのにそれもほとんどないです。細い箇所も適切に印刷ができていますね。そして力を加えても折れないです。ハイパーヌッドです。引き続きフォロ調整をします。ダブルモーター駆動試作9号ができました。シングルモーターで駆動チェック。ヒラ歯車の駆動を出すのは苦手でしたが今までで一番音が綺麗です。いつものと同じ音量で比較。全然違いますね。ギアを返したホイールの回転数は約 17,300rpm です。ダブルモーターにします。庭から駆動のダブルモーターは遅くなりがちですがどうでしょうか。約 18,000rpm に回転数が上がりました。ダブルモーターでのトルク向上のおかげでしょう。前回の駆動精度を反省して改善しました。ローラーの保持にはカーボンロッドを使います。
前回の超ルール無用 JCJC ステージもの井戸端会議でカーボンロッドのローラーステーへの固定方法を考えました。結束バンドで締め上げることで接着不要にしています。私はシャーシを頻繁に乗せ替えるので接着じゃない方法が必要です。結構な力でも動かないので走行に耐えられそうです。ゴムローラーの部分にはウレタン巻きベアリングを使います。前回の超コネクターも定格 30A のものにします。前回ダブルモーターでのマシンイメージを描きました。モデリングしました。ダサい。サーボの飛び出方がダサいですね。サーボを横にするにはギアをかませる必要があって苦手設計なのでやりました。やらなきゃいつまでもできないですからね。ベベルギアで回転運動を90度変えつつギア比に対位置にすることで動作を高速化しています。0.08 秒、キリキリグッドです。これならウェーブも通れます。飛行的な要素は揃ったので基盤製作に移ります。回路を設計しました。モーター制御部は FET を使ったスイッチング回路です。ここのフォトカプラいりますか？ FET のデータシートを見るとスイッチングには 4V は必要です。マイコンの出力信号は 3.3V なのでフォトカプラで 5V を引っ張ってきています。あとはセンサーの読み込み回路と各モジュールのジャンクションです。実装基板図を描きます。まずは部品を整理していきます。接続が近い部品同士をまとめておきます。今回もサイズ制限をします。縦は 40mm 以下で横はできるだけマイコンの幅と同じになるようにします。サイズ制限するなら表面実装部品を使えばいいのでは？事前にブレッドボードで回路チェックができるのとハンダ付けのしやすさでスルーホール部品を採用しています。自己満の制限としてジャンパワイヤーも少なくなるように考えます。今回は大電流をモーターに流すのでそこの配線ができるだけ短くなるように工夫します。それにしても気持ちのいい配置が決まらない。フォトカプラがかなりスペースを取ってしまいます。フォトカプラは信号だから遠くに置いてもいいのか、いい感じの配置を思いついたので次々と部品がはまります。気持ちいい。紐、配置が決まったので配線をしていきます。ジャンパワイヤーを減らすために配線をイメージしながら配置をしているのであとはつなげるだけです。大電流が流れる箇所は配線を太くしています。ブランドを塗りつぶします。外形を描きます。実装基板図ができました。縦は 38mm で横はマイコンの幅に両サイドに配線1本分のみの 20mm。 そしてジャンパワイヤーはまさかの0本。大変に気分がいいです。基板発注用のデータを作ります。レイヤーは必要なものを選択済みです。データを出力しました。次にドリルデータを生成します。生成しました。出来上がったファイルを一つのフォルダーにまとめます。そのフォルダーを ZIP で圧縮します。ZIP ファイルを JLCTCD の基板発注画面にアップロードします。読み込みが終わったのでアップロードしたファイルが適切かを GAPA ビューアで確認します。問題ないです。発注の設定をしていきます。自分の用途に合うように選択していきます。配送方法は最速を選びました。カートに保存します。あとは住所や支払い方法を決めて発注完了です。基板が届きました。到着が早くて基板もしっかりできていてグッドです。ドーツテストもやられているのでハンダ付けに移ります。抵抗を取り付けます。足を切ります。ハンダ付けします。フォトカプラを取り付けます。レギュレーターを取り付けます。ハンダ付けします。ピンソケットを取り付けます。ハンダ付けします。マイコンを取り外します。ダイオードを取り付けます。ハンダ付けします。足を切ります。FET を取り付けます。足を切ります。ハンダ付けします。モーターコネクターを取り付けます。ハンダ付けします。ピンソケットを取り付けます。ハンダ付けします。ピンヘッダーを取り付けます。ハンダ付けします。大電流が流れるラインに足の切れ端を取り付けます。ハンダ付けします。基板ができました。気持ちよくまとまりました。この後動作チェックと修正を行いました。配線をします。配線をしました。シャーシ作りに進みます。それぞれの要素を取り込んでモデリングしました。印刷しました。サポート材を外します。パーツを取り付けて修正箇所を洗い出していきます。モデルを修正しました。先ほどの修正箇所に加えて補強も追加しています。印刷しました。ローラーステーの保持チェック。ストレートセクションは問題ないです。ローラーステーをストッパー側に若干斜めにして上から力が加わるとストッパーに当たるようにしています。そのためわずかでもステーが前傾すると保持ができないギリギリな調整になっています。カーブセクションもチェックします。当て方が斜めからになっていたのかしら。もう一回。再現性ありますね。原因が分かりました。ストレートセクションで壁に当たっていたローラーの真横がここだとすると、カーブセクションの壁はローラーの若干前後に当たります。そのため力の向きがリアステーを倒す斜めになっていました。つまりリアステー保持のストッパーを逆側に変更して、リアステーの回転方向も逆にする必要があります。いや、この修正大変ですが利点もあります。これまではリアステーを前方へ動かしていたのでタイヤの上を通す必要がありました。そのためサーボの位置を高くしていました。修正すると回転方向が後ろ向きになるのでサーボ位置を低くすることができるようになります。修正しました。ローラーステーは前後に広がるように動きます。かなり短くなっていますが、サーボの向きが変わっているのでローラー間の距離は 5mm の短縮程度です。ストレートセクションチェック、問題ないです。若干斜めを強くしています。カーブセクションチェック、こちらも問題ないです。グッドです。フロント長い方がかっこよかったな。最終版シャーシのモデリングです。
シャーシができました。バッテリー台が四角すぎて空気抵抗が気になります。 PLE シートを作りました。これを取り付けて符号にします。見た目も整えられてグッドです。カーボンノットをチョップします。ローラーを取り付けます。ローラーモジュールができました。最後に細かいパッツも色々と印刷しました。まだ重要な一つのことが残っています。コースの汚れはボケンチを引き起こすので磨きます。ついにですか。洗剤では落ちきらなかったのでおすすめいただいたクレンザーを使います。コースを研磨することによる純正からの路面変化を嫌って避けていましたが、今の状態が最も純正からかけ離れていると考えを改めました。多分視聴者方々は1年半前からずっとそう思っていますよ。今回はコースに至るまで改善点を多く取り入れています。反省の実行ですね。全てのセクションが汚れています。全て磨き終えました。マジで大変だった。走らせていたらまた汚れちゃいますね。ほとんどがゴムタイヤの汚れでした。今はシリコンタイヤなので当分は持つでしょう。てか持ってくれ。製作に戻ります。全てのパーツが揃ったので組み立てます。モーターを搭載します。差し込みます。フランジベアリングを取り付けます。リアローラーアームを差し込みます。フロントローラーアームを差し込みます。接着します。シャフトを差し込みます。ギアを取り付けます。ホイールを差し込みます。グリス塗り塗り。駆動チェック。スルスルグッドです。スキットローラーを取り付けます。固定します。結束バンドを差し込みます。ローラーを取り付けます。固定具を取り付けます。結束バンドを締め上げます。余剰を切ります。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 基板を搭載します。バッテリーを搭載します。リアサーボを搭載します。フロントサーボを搭載します。カラーセンサーを取り付けます。赤外線センサーを取り付けます。モーターケーブルを接続します。サーボケーブルを接続します。カラーセンサーケーブルを接続します。赤外線センサーケーブルを接続します。マイコンを搭載します。風防を取り付けます。できました。超強電動変形シャーシ。マシン名はガドーです。罠道を進みます。サーボによりマシン幅を大幅に変化させます。センサーでセクションを検知します。風防で空気抵抗を軽減させます。この細さがウェーブスルー走法を実現させます。重量チェック 78.9g。意外と軽い。ダブルモーターにセルバッテリーにサーボ制御基板なのに。動作チェック。マシンが Wi-Fi に接続されると動き始めます。今回もスマートフォンからセンサーのモニタリングと簡単な操作をできるようにしました。センサーは2箇所なのですね。スライダーで走行時間を設定します。オン。グッドです。そういえばウェーブ手前ストレートの検知はどうするんですか？去年作った改正エアロブレーキと同じ手法を取ります。カラーセンサーでカーブセクションを検知できます。カラーセンサーチェック。白色、青色。わかりにくいですが反射光が強いほどセンサーの値は小さくなります。白検知が2000程度で青検知が3000程度です。赤色検知チェック。4000付近まで値が上がりました。そしてそのコーナーを抜けると対象の1枚ストレートなので値が4000程度から2000程度に落ちます。この値の変動からストレートへの進入を検知できます。変形チェック。キリキリグッドです。というかウェーブ抜けた後に変形解除が必要ですよ。遅いままカーブセクションに突入したら壁に強く当たって減速します。なのでウェーブも検知します。マシン側面に赤外線センサーを搭載しているので壁との距離が測れます。ウェーブセクションを直進すると壁はマシンから離れます。壁との距離が変わるのでマシンはウェーブを検知できます。これを合図に変形解除し始めればいいのですね。ちなみにマシンの幅はコース幅いっぱいなので変形できなければウェーブに突撃します。それでは一連の動作の最終確認です。出口当たったけどいい感じ。マシンの押し出しを早めてスローで見ましょう。まあ一発でうまくいくわけないよな。いつものことですね。まず何が起きたのかを確認します。変形は間に合っています。ですがウェーブの盛り上がり壁にマシンが当たりました。その後は幅が狭いのでもみくちゃです。斜めでウェーブに侵入していますね。そりゃそうか。シャーシの誤差に変形時の衝撃。安定してまっすぐ走るのが難しいです。たとえまっすぐ走れてもコースの継ぎ目で弾かれます。テープを貼って継ぎ目を鳴らします。ここの段差は対処が難しかったのでこのままです。成功パターンをもう一度見ます。取るべき対策が分かりました。この場合はコースの内側に若干斜めに走っています。だからウェーブ出口で内側の壁に当たるのですね。ウェーブ出口では変形が戻るので壁に当たっても復帰ができます。壁に当たる角度も浅いので弾かれも弱いですね。失敗パターンでは外側に斜めで侵入してすぐに壁に当たっています。弾かれるのでウェーブ出口壁にかなりの角度で当たります。そして復帰できなくなりました。つまり対策は変形時にコース内側に若干斜めで走らせることです。それと変形解除が遅すぎるのでプログラムも改善させます。変形時に後ろサーボをわずかに早く動かすようにしました。これによりマシンはコース内側を向いて内側の壁にローラーが当たるようになります。ローラー位置をゴロ調整してコース内側へと壁に沿うようにしました。内側の壁に沿う状態でウェーブに侵入できれば盛り上がり壁に当たらなくなりました。あとプログラムも全て書き直しました。どうでしょうか。
サーボ戻りの反応速度を上げたおかげで復帰はできています。ですがストレートでフロントローラーが当たっていないので内壁に添えていません。そのため盛り上がり壁に当たりました。加えてサーボの衝撃でマシンがよれています。前進したのでさらなる対策を考えました。フロントスキットローラーを内側に曲げてマシンが内側に向かって走るようにしました。どうでしょうか。お、かなり角度が浅くなりました。よし、他のレーンも見てみましょう。内側。バッチリです。外側。レーンの差はあるようです。ですが復帰もできているのでこれで走らせてみます。ようやくですね。気づけば制作開始からちょうど3ヶ月経っていました。出力 10%。頼んだ。よっしゃ、ウェーブスルー走法成功です。妄想的構想が現実になっています。マジで嬉しい。あ、10% ではパワー不足でした。ウェーブスルーチェック。綺麗に決まると本当に一直線に走れますね。これぞ求めていた動きです。そして変形は3回とも全て適切に動きました。変形の3回連続成功が必要ですからね。ハイパーグッドです。出力 20%。5。ジェシーの周回成功です。動作の安定感が想像を大幅に超えてグッドです。いい制御プログラムをかけました。まだまだ走り続けています。サーボの保持力も期待以上です。超嬉しい。スロー。変形解除が間に合っていないです。20% でこの間に合わなさなので 100% 走行をするには方式自体を大幅に変更する必要があることが分かりました。そうですよね。本来の目的はウェーブスルーによる減速セクションの無効化というタイムアタック用の構想ですから。今後の改善のためによりスピードを上げてどうなるかも見てみます。出力 30%。5。リアのサーボが戻らなくなりました。速度が上がったことで衝撃も強くなりサーボが壊れました。つまり変形速度向上に加えて堅牢性向上も必要ということです。やりたいことはできたので今回はここまでとします。いや、久しぶりに無謀な挑戦をしました。ディオスパーダが思い出されますね。今回も何とかして求める動作をさせることができたので良かったです。最も苦戦したとこは変形中にマシンがまっすぐ走らなかったことです。頭の中ではそのまま突っ切るイメージだったのでかなり落胆しました。一方で変形成功率には驚きました。最終的にウェーブスルー走法を実現できたので挑戦して良かったです。最後に挑戦に協力してくれた JLCPCB の紹介。プリント基板を発注しました。早くて安くて出来も良いです。3D プリントサービスもあります。気になる素材があったのでこちらを使った制作も近いうちにやります。 URL は概要欄にあるのでどの素材を使うかコメントで予想してみてください。それではまたのし。